今回はアッコさんのホビー用多目的電熱ペンをこのソフビのですね加工用に購入したので使ってみたいと思います。私も買ったばっかりで詳しくはないんですけども、ウッドバーニングっていうこのアートがあってですね、この木にこう焼き印みたいな感じで絵を描いていくっていう時に使うコテらしいんですけど、フレームで有名な朝ちゃんですねが、リーマさんっていう方のツイートをですね、リツイートされてて、それを見て、見て買ったんですけど、電熱ペンですね。で、このソフビのですね、森とか若干の加工とかをやられてたんで、そういったものができるっていうか、やりやすいものなんじゃないかなと思って、もう即ポチしたんですけど、実際まだ使ってもないです。拝見しただけなのでですね、どういうものかっていうのをちょっと自分でも体験するために買ってみました。で、装置は非常に簡単で、ここにダイヤルがあって、電源オンオフがあって、何度の調整ができるのかな。室温ってうち20度ぐらいなんですけど、じゃあどこからやっていこうかな。ちょっとこの機械の紹介というよりかもう早速使っていこうと思うので、まずですね、このソフビを細かく切ります。これはですね、リーマさんが細かく切っていたので、私も同じようにちょっとやってみたいと思います。で、電気を入れてですね、どれくらいがいいのかっていうと、リーマさんが使っている画像にですね、線が入ってたんですよね。どこだあった。4と5の間ぐらいに1個線が書いてあるので、ちょっとそこに合わせてみたいと思います。これでコテが、温まるまでちょっと待ちます。もう熱くなってる。すげえ早い。溶けてる。早速溶けてますね。見えますか？もっと近くにしようか。ちょっとやってみますね。なるほどなるほど。ソフビが焦げない程度に溶けて、こう粘土状になって張り付く感じですね。ほうほうほう。これで持っていくのか。綺麗にやるのはなかなか難しそうですね。第一印象ですと、判定シートとかで溶かしたソフビをつけるよりかは加工しやすい感じがします。どうしてもソフビ溶かしてるとブニョブニョになってすごい扱いにくいのと、結構こうくっついてるのかくっついてないのかよくわかんないんですよね。これはどうやって取ればいいんだ。少し持ってみたんですけども、結構汚いですね。これは私がまだ慣れてないだけかもしれないんですが、
リマさんのサイトを見ると結構綺麗に盛れてるんですよね。で、盛った後はですね、溶かしてるので結構しっかりしてんじゃないかなと思います。サンデーシートでやった場合はこの時点でですね、あまり強くやっちゃうとめくれちゃったりするんですけど、多分溶けてる関係で、溶けちゃうってこと、溶けてるってこと、逆に返せば溶けてるってことはこの肌も溶かしちゃうので注意が必要なんですけど、次は盛ったところを削って、盛ったところの削り面が綺麗になるかっていうのをちょっと試してみたいと思います。もうサンデーシートを使った時ってソフビ盛りしたところがすごい柔らかくなっちゃって、ヤスリがけがすごい難しいんですね。ふにゃふにゃなって、でこっちはどうかなっていうところなんですが、このヤスリがけがやりやすければ多分サンデーシートでこう溶かしてやるよりか使いやすいと思うんですよね。そうですね、固まったところの側ビは溶かす前と同じぐらいな柔らかさ硬さなんで、削りにくくはないですね。でサンデーシートは中に気泡が結構入っちゃって、削れど削れどこう綺麗な面が出てこないんですけど、こっちはどうかなと。溶かしてるのでそのやり方次第では同じように気泡とか入ってる可能性あるんですけど、押さえつければ気泡はないかもしれないんで、この気泡がなければ多分ですね、サンデーシートでこうソフビ盛りをやるよりかすごいやりやすいと思うんですけど、ちょっとここら辺がなんか剥がれちゃうっぽい感じの、溶けてくっついてないですね、ここが。だからこれはもっとくっつけないとこういう剥がれになっちゃうんですね。じゃあもう少しちょっと待ってやってみます。はい、これはですね3時間ぐらい持って削ってっていうのを頑張ったのと、こっちは1時間半ぐらい頑張ったもので結構綺麗にできたかなと。ただですね、表面がまだこう綺麗にする方法っていうのがちょっとわかんないんで、デコボコしてるんで、デコボコしてたりで、このペン先ですね、これがちょっと焦げちゃうので、この焦げがついて微妙なほくろができたりとかですねするんですけども、すごいしっかりですねくっついて溶けてでソフビ同士が溶けてしっかりくっついてるんで、こうやって指で押したり変形させてもソフビが割れたりすることがないので、やっぱりソフビを直接扱うっていうのはここが一番いいですよね。前にもご紹介した UV レンジの場合っていうのはどうしてもソフビじゃないので、こういう縦の力とか横の力に弱くて割れてしまったり、パテなんかも特にそうですね。なので、ソフビはまあ同じ素材なので、同じ素材同士がくっつくんですごく親和性がいいっていうか、そうですね。であともう一つですね、このサンデーシート、私テストでしか使ってないんですけど、これまあ溶かしてないんですが、これ溶かしたものとかを使って盛った場合っていうのは乾くまでに時間がかかるんですね。で環境も限られてくるんですけど、この電熱ペン
でやった場合っていうのはもうすぐ乾くっていうか冷めれば加工ができるんですごく手早くできるのでですね、これちょっと使って今後ソフビ盛りをちょっと頑張ってみようと思います。口の開口とかにもこう使えるそうなんで、多分これすごい便利じゃないかなと思います。リーマンさんのツイッターの加工をですね見てみたら、結構昔からこの電熱ペンで加工ソフビ盛りをやられてるそうなんで、多分ですね、このやり方っていうのは一つのソフビ盛りのやり方なんじゃないかなって思います。この情報自体はリーマさん以外で見たことがないんで、まあやられてる人はもしかすると少数派なのかもしれないんですが、とにかく臭くないので、あとすぐ乾くっていう点ですね。デメリットというか使いにくい点はこう電熱ペンなんでこういったところを引っ掛けると傷になっちゃうとかはまああるはあるんですけど、とてもその部屋の中で、若干まあ煙が出たりはするんで換気は必要だと思うんですけど、家の中でこうちまちまできるので、これは私にとってちょっといいアイテムなんじゃないかなと思いました。ということでですね、これ自体のまた、詳しい使い方とかっていうのはこれから研究をして、まあ、研究って言っても2、3回やって、動画作るみたいな感じになると思うんですけども、また改めてですね、電熱ペンの使い方っていうのを紹介できればなと思っております。はい。ということでですね、今回は発光さんの電熱ペンというものを紹介いたしました。今後、ソフビ盛りで大活躍できることを期待して、はい、今回の動画は終了したいと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。またねー。